今、妊娠されてるんですよね。オペの時って、あれなんですかね、もうされてたんですかね。そうみたいです。しようと思ったきっかけというか、これ言われたからみたいな、そういうのはあるんですか？中高生の時にいじってきた。あ、そうなんだ。男の子たち。それはちょっと許せないですね。そうですね。確かに、そこはちょっと見返してやりましょう。はい。足も細くなって、胸が大きくなるので、めちゃくちゃ映えると思うんで。脂肪吸引補強メインで行っている森脇慎です。今回は25歳女性の太もも脂肪吸引からの脂肪補強のマーキング、術後1週間、術後1ヶ月、術後3ヶ月の経過を見ていきます。この方実は術後3ヶ月の時に妊娠が発覚したということで、ダウンタイム中と妊娠が重なるっていうことは珍しいと思うので、妊娠をして授乳をしている方など興味がある方はぜひ参考にしてみてください。それでは早速見ていきましょう。年齢だけ教えてもらっていいですかね。25歳。そもそも脂肪補強なんでやろうと思ったんですか？学生時代から悩んでて、足も細くなるし、一回やったんでしたっけ？一回やりました。どうでしたその時は？最初は大きかったんですけど、吸収されちゃって。補強に2種類あって、脂肪補強とシリコン膜補強っていうのがあるんですけど、一番自然になるのが脂肪補強。自分の脂肪を使って入れて自然な形を整えていくものなんですけど、やっぱり最大のイメージして入れた直後は結構パンってなるけど減ってきますもんね。一応どんなに良くても半分って言われてるので、そこを今回ちょっとできるだけ入れて、しこりのリスクも考えてちょっと天秤にかけてできるだけ自然で大きいものに作っていくようにしますね。はい、お願いします。学生の時から悩まれてたんですよね。そうですね。お職業とかって何関係？食品系の会社員。誰かに相談されました？彼氏と友達。彼氏には言ってるんだ。言ってます。友達とか彼氏に言わない人いますけどね。めっちゃ言っちゃってます。彼氏結構反対する人もいるじゃないですか。結構寛容でした。寛容です。ああ、いい彼氏です。それ素晴らしい。公共する上でなんか葛藤とかありましたか？あんまり1回目の時は結構怖いなと思ったんですけど、1回やってしまったからそんなになかったです。確かに今回2回目だからそんなに脂肪補強する方っていうのはしっかりボリューム出したかったら1回ではちょっと減って物足りなくなるので2回3回本当にもうすごいワンピースのハンコックメニューみたいな4回とかやる人いるけど、自然な感じでボリューム出したいなら 2,3 回ぐらいでなると思うので、しようと思ったきっかけというかこれ言われたからみたいなそういうのはあるんですか？中高生の時にいじってきた。あ、そうなんだ。男の子たち。それはちょっと許せないですね。そうですね。確かにそこはちょっと見返してやりましょう。はい。東京でお胸が例えば大きくなったら何かしたいっていうか、海に行って可愛い水着が来た。ああ、いいですね。そこが一番ですよね。そうですね。足も細くなって胸が大きくなるのでめちゃくちゃ映えると思うんで、それめちゃくちゃいいと思いますね。ここ選んだ理由とかあります？で調べてて、口コミとか症例とかがいいなと思ったんです。ありがとうございます。はい。確かに自分あれですよね、美容アプリの中で大手なんで、それは確かに信頼はできるかもしれないですね。なんか不安なこととかあります？ちゃんとダウンタイム過ごせるか、正しい過ごし方ができるかなっていう。太ももが結構痛いんで脂肪筋、ただ全身全体にやるわけじゃないんで、そんなには痛くないと思うんですけど、一応痛い、腫れないしっかり出るっていうのと、あとお胸ですね、しっかり定着を上げるためにちょっと激しい運動をしないとか、あとお食事高タンパク質のもの、大豆系とかいいと思うんで、ビタミンミネラルを取ってもらって、そこちょっと意識してあんまり抑えない、圧迫しないっていうのもしっかりとなればなと思いますね。なんか理想のお胸のなんか芸能人とかインフルエンサーとかいます？あんまり考えたことなかったんですけど、馬場ふみかちゃんが。馬場ふみかみんな言うな。そうなんだ。そうですね。確かに馬場ふみかになりたいっていう人が圧倒的にそこはちょっと伝えてもらえればなと思いますね。今どれぐらいでした？ B とか C とかだと思うんですけど、結構離れてるからブラジャーだけサイズ大きくて、見た目もブラジャーがいいなんですよ。だから実際の見た目もブラジャーもそのくらいなのでいいなって感じ。 B、C、D、E、3カップか。1回目の前 C で、ブラジャーによると思うんですけど、で何回か最初に言ったけど、C とかだとちょっとちっちゃいからっていうふうに言われたので、ちょっと頑張って2カップは上げたいですね。D と E の間ぐらいには、E もしかしたら難しいかもしれない。ちょっと減った時のことを考えると、ただできるだけ層を上げてしっかり充電していくので、そこをやっていきますね。お願いします。ここで最初に術前の確認をしっかりしてマーキングを行うことが非常に大事になりますね。太ももから取ってお胸に入れていくので、ここの足の部分をストップしてお胸に入れるっていうことで、結構ボディメイクとしてはすごいいい施術だと思うんで、今回は内側の前とちょっと外取らないんですけど、この隙間をしっかり作っていく感じですね。もうしっかり取って大丈夫ですね。マーキング結構大事で、今やってるのがこれね、黒で書いてるのが解剖学の筋肉のところですね。ここに内転筋っていう内
側の筋肉があるんで、そこをちょっと意識して取るのと、膝上を結構残しやすいところなんで、ここはしっかりとってあげる。膝合わせた時にここも隙間できてると思うんですけど、ここをなんかすごい取ってしまうとそげちゃうので、そこはあんまり取らないようにしてあげて、あくまでこの隙間のところですね、内もものところとっていう感じ。前でここから取ったんでしたっけ、以前のとこは。内側、じゃあ後ろか。後ろです。しっかりと今回ちょっと今日欲しいので、前側はしっかり取る感じですね。ちょっと区別して取るところは取る、取らないところはあんまり取らないというか、ちょっと解剖に基づいてマーキングして、それに基づいてきれいにする感じですね。いやですね、どんな感じにしたいとかあります？全体的に。形はそんなに不満がなくて、だからこのまま大きくしたい。左右差がなくなるという。右の方が小さい。そうですね。右の方が小さい人が多いんで、そこも合わせてちょっと右の方を目にしますね。はい。まずは正中ですね。ここを越えないように。入門回の位置はそんなに変わらないですよね。下げたりとかないですか？大丈夫？形一緒でいいんですかね。はい、下げた方が自然ですか？いや、でも今綺麗だと思うんですよ。だからあんまり形変えない方が気に入ってるんだったらいいかなと思います。肋骨の部分のそげ感とかをなくしたいっていう人なんですけど、そういうのは別に大丈夫。なくしたいです。こことか入れる人いるんだけど、そこ結構それ好み。この辺は大丈夫です。あと若干左の方がそげてる感じ分かります？あ、本当です。本当だ。ここはどうします？この入れてください。そしてこれが術前の状態です。もともと綺麗なお胸をされてますよね。術後1週間の経過を見ていきましょう。1週間の経過でしたけど、どうでしたか、ダウンタイムは。最初の3日間が壮絶でした。まあそうですね。太もも。立ち上がるのが辛かった。結構太もも痛いですよね。そうですね。で、今ちょっと結構内出血出てると思うんですけど、まあちょっとももは脂肪筋、一番脂肪筋の部位の中で、自分はきつくて、まあちょっと出ちゃうときは出ちゃうんですけど、3日間ぐらいがきつかったですか？はい。歩けました？歩けました。家の中にずっといたんです。立ったり座ったりするのがきついって言うんですけど、どうでした？そうですね。起き上がるのが一番辛くて、座ってるのが一番楽でした。胸はどうでした？痛かったですか？胸は痛いんですけど、そんなに筋肉痛って感じでした。そうメインですね。まあそうですね。お胸はそんなに多分一部包茎だから痛くはないと思うので、ちょっとあれですね。350、370cc、結構量入れてる方だとは思うんですけど、ここからちょっと減っていくので、そこをいかに減らさないかっていうのが胸のダウンタイム大事なので、ちょっとご飯触らないようにしてもらって、なんかダウンタイム中気になったことあります？1週間時点で。ブラントップをつけてて、ここ後ついちゃうのが怖くて、痛いししばらくつけないで過ごしてて、それでも大丈夫。むしろなんかあんま締め付けるよりは外しといてもらった方がいいので、そこは今しっかり形入れてパンってなってるので、そんなに動かない。大丈夫ですね。締め付けるのよくない。1.5ヶ月ぐらいはちょっとあんまり締め付けないぐらいの方がいいですね。わかりました。こちらが術後1週間ですね。腫れない出血があるのがわかるかなと思いますね。そして術後1ヶ月です。どうですか、ちょっと受けてみて、まあ1ヶ月ですけど感想というか。でも前回より減りが、胸がそんなに減らなかった気がしてます。脂肪補強の一番のデメリットは直後から本当に良くて半分残るぐらいなので、そこの減りをどれだけ抑えるかっていうところ、2回3回ってやるとその定着率も良くなってくるので、最初よりはやっぱいいかなと思うので、大体1ヶ月経つと結構もう減りが安定してくるので、1ヶ月から 1.5 ヶ月ぐらい安定するので、そこまではちょっと慎重にダウンタイム過ごしてほしいなっていうところですね。痛みとか今どうですか？胸はもう全然なくて、足ももうほとんどないんですけど、立ち上がるときにちょっと違和感が来る。今は多分拘縮が多分一番強い時期なんで、結構この硬い感じあるじゃないですか。それがまあすっきりするともっと細くなるので、太ももは結構経過長く見てほしいかなと思うので、もともとの骨格が綺麗なので太ももも綺麗になると思いますね。術後大変だったこと。仰向けでしか寝れないのがあんまりこう動きづらいですよね。動きづらかったです。じゃあずっと仰向けになってみてたの？ずっと横向かないようにするのが。1週間の時も教えてくれましたけど、歩くのとか大変
大変。ダウンタイム中に気をつけた方がいい。胸をとにかく何にも当てない。ああ、いいですね。素晴らしい。確かに確かに。結構大事で、脂肪を注入したその脂肪細胞がしっかりと定着してもらうために、なるべくストレスは与えてほしくないので、それをこうやって押してしまうと細胞が圧迫されてなくなっちゃうので、なるべくストレスフリーな環境に置くっていうのは結構大事なことかなと思うので、そこは結構意識してもらったんですかね。はい。ブラジャーとかどうしてる？ブラジャーはパッド付きのキャミソールつけてて、ちょっときつかったんで、ここハサミで切って。そういう工夫も大事だと思うので、ぜひちょっと術後の過ごし方大事なので参考にしてもらえればなと思いますね。食事気をつけたことありますか？豆腐とかと食べるようにしてます。いいですね。ぜひちょっとまだ2ヶ月ぐらいは継続してもらって、極端に一気に痩せると1年経った状態でもやっぱり重く減るので、なるべくカロリーそんなに脂っこいものとか食べなくていいので、お胸にいい食材ですね。豆腐とかなど食べました結構。食べました。なるべく。いいですね。そういうのもちょっといいと思うので、ぜひ参考にしてもらえればなと思いますね。今後なんかその脂肪補給を考えている方にアドバイスがあります？1週間くらい休みが取れたらいいかなという感じ。大変なわけではあるので、なんか気軽に来て、なんか髪切る感覚でやるものでは絶対ないので、ちゃんと事前に調べておいて、休みもしっかりとって、例えば遠くから来るんだったらホテルとか泊まるのもありだと思うので、そういったところでちょっとしっかり準備して受けて、術後とかも安心できるように準備しておくというのが大事だと思いますね。術後1ヶ月では少しボリュームがダウンしているのがわかるかなと思います。そして術後3ヶ月を見ていきましょう。太もも脂肪吸引で、それを脂肪補給をしてた方で今3ヶ月ですね。ちょっと3ヶ月経ってどうですか？胸はそんなに減ったとかはあんまり感じてない。足も全然生活するのに困らないくらいになりました。脂肪補給のデメリットとしてやっぱり直後が減るんですよね。その減り具合がちょっと個人差があるので、1回で2カップとか大きくなる人もいるんですけど、上がりづらい人は2回3回、場合によって4回5回やる人もいるので、そこで、今回2回目の方で、ちょっと1ヶ月の時若干減りが少しあったかなと思ったんですけど、1ヶ月3ヶ月みたいな感じだとそんなには減ってないので、これぐらいで定着はすると思うのでいいかなと思いますね。ちょっと硬い感じありますもんね。そうですね。太ももの、内側と前側から取ってまだ3ヶ月でちょっとまだ硬い感じあるので、もうちょっと細くなるかなと思いますね。妊娠されてるんですよね。オペの時ってあれなんですかね、もうされてたんですかね。そうみたいです。気づきにくいこともあると思うんで、そういうのも兼ねて、出産授乳されて結構乳腺の組織が大きくなるんですよね。そのホルモンの関係で乳腺組織がなくなってってなると皮膚のちょっと伸び感が出てきて、その後に脂肪補給とかしてあげるとかなり定着率が良くなるので、そういったところも加味してやられる方も多いので、そこは一つありかなと思いますね。妊娠されてる時でダウンタイム過ごす方ってあんまりいないし、なんか不便とかありました？特には大丈夫そうですか？大丈夫です。なんか気をつけるものとかあるんですかね？葉酸いっぱい取ってください。いっぱい取った方がいいのか。しっかりビタミン栄養取ってもらえると、お胸にもいいし草にもいいので、食事ですね、気をつけてもらって、変色にならないようにしてもらうと自分にもいいと思うんで、あとはやっぱりそのお酒とタバコはお胸にも良くないし、奥さんにも良くないので、そこはもう絶対控えていただいて、周りもあれですか、おタバコとか吸わないんですか？子供にも本当に良くないし、絶対控えてもらってかなと思いますね。足をマッサージするときちょっとやりづらいとかあります？いや、そんなに動きづらいとかないんですか？今はないです。大丈夫そうですね。この辺も兼ねてちょっとしっかり経過を見てもらえればなと思いますね。なんかアドバイスあります？あんまり被るのは良くないこっちも心配して、ダウンタイムも心配してってなるとちょっと大変だと思うので、分からない時は分からないんでね、それに関してはね、なかなか難しいんですけど、気づかなくて一緒にやっても特に悪影響があるとかはないので、もしそういう妊娠とかね気づいている場合は言ってもらったら、そこら辺注意して施術できるかどうか決めさせてもらうのでと思いますね。どちらも様子経過見ていただいて、6ヶ月の時もし来れたら来ていただいたらと思うんですけど、全然無理され厳しかったら大丈夫なので、ありがとうございます。ちょっと寄せてもらったらなと思います。太ももから取った時にこの感じ、傷跡が2箇所あるんですけど、これがやっぱり一番長いんですよね。拘縮が終わった後もここだけが長い感じあるので、お胸の傷見ていいですか？ここにお胸の傷、あとニュートのとこもあるんですけど、こっちは目立たないですよね。そうですね。ニュートは結構ね早く治るので、ここがやっぱり一番長いかなと、ちょっと1年ぐらい見てほしいかなと思いますね。ちょっと経過見てください。術後1ヶ月と比較するとあまりボリュームロスは起こらずに定着率はいいかなと思いますね。
こちらがビフォーアフターですね。しっかりボリュームアップはできてるかなと思います。今回は25歳女性の太もも脂肪吸引から脂肪補強の方のマーキングから術後1週間、術後1ヶ月、術後3ヶ月のダウンタイム経過を紹介しました。この方は術後3ヶ月の時に妊娠が発覚したということで、妊娠中にダウンタイム経過を過ごす方はいらっしゃらないと思うので、珍しい経験をすることもあるかもしれないので、ぜひ参考にしてみてください。今後も脂肪吸引補強の動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄にある公式 LINE から脂肪補強相談希望とご連絡いただくと、毎月5名限定の特別キャンペーンモニターをモニター審査なしで適用とさせていただきます。概要欄の公式 LINE から連絡ください。